よろしくお願いします。今日は本試験と、ライト試験の、えテキストとなる動画を撮影していただきます。まず服装はもう所定の、店舗の受ける服装で、当然異物混入を避けるために帽子なり、前掛けサロンして、当然名札は着用してください。では早速始めさせていただきます。このおしぼりも結構クリーニングしてくれてるけど、みんなに言うとるのは、食品を扱うところからもう必ずもう一度水洗いしてください。で、まな板は、洗浄済みのまな板は必ず水で濡らしたりとか水分を補ってください。で、ここで、魚の今から鯛とアジの水洗い、横返って頭を落として内臓を落としておろせるところまで持っていきます。マダイです。衛生的な観点からしつこいぐらいアルコールはしてください。手を洗うたびに。で、鱗をかくのに、この胸びれを中に入れとく方が、このまましたらここが残ってしまうので、胸びれをエラの間に挟みます。鱗は頭から尻尾に向かって入ってるから、頭をきっちり押さえて、尻尾から逆手にヒレのギリギリから頭のギリギリまで、カマのギリギリまで、お腹の方もきりと、食べてね、鱗が口に入ると不快な感じもするし、当然それは設置します。で、裏側にして、裏側も一緒。で、裏表、鱗が取れたら、一度ちょっと手で触ってみて、鱗が残ってるか残ってないか。確認して、一旦ここで、じゃあ、鱗だけを入れずに押します。当然、まな板の鱗入れると、シンクの中は最後に一回きれいにする。まな板の上にきれいに鱗を洗います。で、胸びれを入れたところを戻して、これから頭と内臓を取っていきます。
ここのエラ蓋を開けると、ここに赤い、これがエラなんで、これをきっちりと包丁を立てて落として、これ裏側も全部取れてるんで、で、一番口元に近い部位を切り落とすと、ここでもエラが完全に外れてます。で、肛門のあたりから高さ包丁を入れて、玉の真ん中に、この時にあんまり深く包丁を入れると、苦玉ゆて、苦い緑色が潰れてしもうたら、鯛の身も変色するし、食べて実際、苦い味がするので、ここで、エラと大豆を加熱します。で、外した後、このお腹、ここはまだ薄皮残っておるので、この骨に沿って包丁を入れてやると、ここの中の血合い、これまできれいに取るので、包丁を入れて、今流水で歯ブラシでこの中に溜まっている残っている内臓やらこの血がまりをきれいに水洗いで流します。きれいに洗えたものはこのまま別のバットで水分だけを入れます。はい、それをして次はまな板滑るからタオル引いてこれで固定して捨てられる。鯛に比べてアジはそんなに鱗も硬くないので、弱包丁でそちらの胸びれを中に入れ、尻尾からガムとかって包丁を食べて、この黒いのが鱗なので表裏がきっちりきれいになります。鮎はこの J5 赤い部分があるけど、ここはもう最初に取る人もおるけど、まあ後ほど説明するけど、これは残したまま鱗を表裏きれいに取ります。まあ、文字が残っているので、して、大丈夫なのは、アジの頭はもう使わないので、このまま、釜から頭に向かって、この腹びれのとこ、ちょっと斜めに切り落とします。切り落としたアジ、この部分を斜めに。これはもうやる。で、先ほどの鯛と同じで、お腹をまっすぐ肛門のあたりまで、ちょっと内臓があるので、包丁の裏で小下げていって、お腹のところ、きれいに水洗いして、血だまりとか内臓の内容を確認して
たわけです。検査。イカの処理をします。イカは表と裏があって、表の方から包丁を入れます。ところで目標としては、この先のとんがったところから、このゲソに近いこの、ちょっとこう、山になっている。ここを一直線に薄く包丁を入れると、中にこのイカが泳ぐために入ってる船型のプラスチックみたいな部位があるので、それをくるんだだけです。一直線に頭の先からこの小山のところで、包丁が入ったら広げると、さっき言ってたこの子が泳ぐための素手が出てます。これもやります。で、そのまま内臓、ゲソと内臓を外します。どうしてもね、隅が割れているので、ここをね、速やかに流していって、速やかに。はい。ね。隅がきれいに流れたら、今度、この頭の先のとんがったところ、ここ耳、イカの耳になって、この先っちょに指を入れて、で、頭の方を握って右へ引っ張り出すと、この皮だけ、耳と身だけになります。で、この色味の方は、後ほどもう一回、きれいに薄皮を処理するので、一旦直しておきます。まあ、なかなかあんまり当たらない。で、ゲソの処理で、内臓、目、ゲソ。これを今から処理します。まず、この内、トンビって言われる部分だけど、これを持って上に引き抜くと、こういう白い、糸状のもの。これが結局、この子のイカスミや内臓をひっつけてるパーツになるので、これを最初に取ります。すると自然と、このイカスミ、内臓が、これで、ちぎれ取れる。離脱します。これは墨袋。潰れたら、なくなっちゃうから、速やかに。で、一度残っているものをきれいに洗って、この眼球、目玉を取るんですが、一度頭に近い方のこちらを握って、できればこの人間でいうまぶたの上を薄く包丁を入れて、右左、まぶたの上に薄く包丁を入れて、この目ん玉だけを、まあ、潰れる時もあるけど、こうやって、右目、左目、取れます。これを形通りに向けると、この長い2本、まあ、これもゲソやけど、イカってどうしても、この先で餌とか
捕食して食べるので、もうこの部位は結構もう、毒こそないけど、美しくないので、この先と長い方の先は切り落とす。今度裏側向けて、裏側向けると、頭の部位とゲソの部位。ここをまっすぐに切り切らないで開くイメージで処理します。で、ちょっと硬い軟骨ついて、まあ唐揚げとかしたら美味しいんだけど、まあ時間のあるとき、片栗粉と食べてください。で、耳の部分。一番表面、耳の部分を半分で右ちょり、右耳左耳で、この表面の薄皮、こっちの色のついた方の薄皮を取り除き、で、ついてる、残ってるのはこれ後で身の方と掃除するとき取れるので、ここではこの軟骨が入っているので、これを斜めに包丁を入れると、この硬い部分だけが取れます。反対側も短い。ただ、ここで耳の部分だけ。これは後ほど身と一緒にきれいに処理します。最後に、まあ、すぐに使わない場合は一度洗浄を入れましょう。清潔がですか。洗浄機です。で、使って水槽スープはきれいに汚れないように洗い流して次のおろす作業に行きます。はい。では、タイから三枚おろしにしていきます。はい、頭左、尾っぽ右と。さっきのアジと一緒で釜を持ち上げて、ヒレのこのギリギリを見えるように斜めに
ここで中途半端にすると過食部位と過食部位がきれいに取れないので、まあこの頭とかでも焼いたり炊いたりしたら食べれるけど、極力こっちに身をつけるように作りでさばいた方がロスも少ないので、頭を取り除いて、基本魚のおろしは、三枚おろしは腹生成腹生腹、これが基本のおろし方です。あとその鯛も腹生成腹でおろすように指導してましたけど、どうしてもこの腹びれのとこの骨が硬いから、後ほど味は腹生成腹でいいけど、もう最近は、腹側から一気に、反対側も背側から一気に下ろしても良いっていうことにしてるので、今日は両方のパターンで、まずは、一気に行く方から、尻尾のギリギリに縦にこの真ん中の骨まで入れ、この腹びれの真上逆さ包丁で一皮切って、次の作業の、入りやすいように切ります。そしたらここから入り口が見つかると。でこちらから骨はどうしてもまっすぐやけどちょっと丸みがあるので、そこは包丁の角度を変えながら指先で骨の感触を確認しながら、骨とギリギリで真ん中まで行きます。この骨ギリギリで。で頭のとこから硬い腹ぶれの部分を一立ちし、そしてこのまま尻尾に向かってこのカリカリ音が鳴って、骨ギリギリに、ここであんまり持ち上げると柔らかい魚は身割れしてまうので、で反対側がさっき言った腹生成腹の順番で、腹からいったけど腹生、こっち側は生、頭の部位から皮一枚だけをギリギリに、この次包丁入れるようにで、骨の角度に応じて指先で骨の感触を確認しながら、水平よりちょっと角度を立てて、ど真ん中背中のギリギリのとこまで入れるのを確認したら、今度は反対向けてちょっとお腹を持ち上げて、このギリギリの腹びれの上ギリギリを切り、そしてこちらも同じように、真ん中まで切り落とします。でこの腹のとこちょっと硬いから、包丁の先で腹骨と真ん中の骨と先に離脱して、で逆さ包丁で尾っぽに向かってギリギリまで行き、ここで包丁を180度回転させ、尾っぽをきっちり押さえて、右から左、右から左に速やかにで尻尾の部位を切り落とします。でおろした魚は
まだ水洗いしてるけど皮引いてないので、こう重ねるんじゃなくて身と身を重ねます。結構この背中の汚れはこっちの食べる方の身についちゃうので、これは徹底して、もしこの逆やったら皮と皮を合わすという処理をしてください。はい。で続けてアジ。さっき説明したように腹正正腹でいきます。頭を右、尻尾を左、お腹の部位から皮ギリギリに尻尾の方まで包丁を入れて、骨ギリギリに包丁の先で感触を確かめながら、ちょっと刃を立てて真ん中の部位がいったら、さっきの体と一緒で一旦逆さ包丁でこれをひっくり返して右から左、で裏側も同様、正腹正正腹、皮ギリギリに、最初はちょっと角度をつけて骨の感触を確認しながら真ん中までいったら最後の腹、ちょっと腹びれの上を横に切り、包丁の先で真ん中まで確認したら逆さ包丁で入れて、このまま右から左、おろしはここまでです。闇で一度包丁、まな板をきれいに洗って、次はこの今さっきおろしたアジをお腹の骨とお腹の骨を取り、四分一、これが2分の1、あと背と腹に分けるのは四分一。お腹、結局骨はここまでしか入ってないけど、この内臓の部分はどうしてもこう丸みがあるので、まっすぐじゃなくてお腹の腹骨に沿って包丁は丸みを意識しながら腹骨だけを外します。これも骨切り切りで。とここにもう骨が残ってるんです。
こっちについてるので、まあ残った場合は後から取れるから、身を深く取るよりは後から骨を取るぐらいの、取れるぐらいの気持ちで腹骨を取ったら4分の1、これが2分の1、頭を上、尻尾を下、ここにまっすぐ中骨が入ってるから、この骨を取る作業、骨のギリギリ右側、目で見ながらギリギリを頭の方から尻尾の方まで。で、ここで後で残ったとしても後で取れるので、ギリギリで骨が残らない。で、今度は頭を下にして、骨を左に見た方が右利きの人は作業しやすい。頭の方からこの中骨だけを取ります。腹を取る。中骨ギリギリで骨だけを取る。背の部分。反対も同様に。で、反対の部位はちょっとこう入れると硬くて入れにくい感があるので、これも逆さ包丁でこの取っかかりの骨だけを浮かすように逆さ包丁で切り込みを入れて、さっきと一緒、骨の丸みに従って腹骨の丸みに従って腹骨だけを取ります。で、ここで白いなんか薄皮みたいなのついてるけど、これは腹の脂肪の皮なんで、これはもう骨抜きかこれで取れるんで、残ってもいいんで、これは取りましょう。で、さっきと一緒、頭を上にして中骨のギリギリ指で確かめながら骨だけをきれいに。で、続けてアジの方。アジも同じ。先に腹骨だけを角度をつけて、お魚の丸みに合わせて削除。反対側もちょっとこれもとろけてしまってるけど、お腹の部位をきれいに削除。で、アジに限ってじゃないけど、小魚のアジとかサバは先ほどの骨抜きで骨を抜きます。こっち頭でこっち尻尾やから、頭から尻尾に向かってまっすぐではなくて斜めに骨が入ってるので、
指先で骨を確認しながら骨を掴んだら、まっすぐじゃなくて頭の方に骨をつまんで、順番に頭の方に大げさなアクションをすると、頭の方にこれも真ん中あたりでもないので、一度抜き終わった後、指先で触診して、あとこの頭のギリギリのここにも頭の落とし方によって骨が残ってる時あるから、頭の先と中骨を確認して骨をすべて抜いてください。で、骨が抜けたらここに置いて、今から皮引きをします。次は柳包丁に持ち替えて、どうしても皮引いた後、魚の僕は赤って言ってるんやけど、それがやはり身をへたらす元であって、それは皮引いた後きれいに拭き取ります。タイからどうしてもこれがこうめくれてたりしてたら、ここが引っかかって皮を引きにくいので、きっちり元の形に戻してやる。それがポイントです。まな板の、5センチぐらい開けて、横でもいいけど、ややちょっと右上に頭の部位を向けた方が包丁は滑りやすい、扱いやすいと思う。で、尻尾の部位に皮ギリギリまで取っかかりで、ギリギリまで包丁を入れて、ここから45度皮を向けて身と皮を離脱します。簡単な理屈としては、まな板はまっすぐ、魚もその上に乗ってるんで皮はまっすぐ、まな板と皮の間にまな板と皮はまっすぐなので、尻尾の部位から包丁の先で掴む部位ができるまでは右にスライド。ここで下に包丁が下になると当然皮切れてしまうし、上になると浮いて身がなくなってしまうので、ポイントは皮岸にギリギリ包丁を、左手皮を引っ張りながら右手をピタッとまな板にひっつけてスライドして最後まで行き切ります。これ途中で下向いたら皮切れる、上向いたら右へつってしまう。で、やや最初は先でしたけど、包丁の真ん中の方が肉厚があって安定するから、ここ持てるぐらいまでなったら包丁柳の真ん中あたりで左は引っ張りながら、右は上下、左は引っ張りながら、この時に包丁をぶれないよう
右に皮を左引っ張りながら進めて、最後までいったら皮の方を見たらわかるけど、当然へつってたら最初のここみたいにここの実がこっちに残っちゃうので、この綺麗な鮮明な色が残らない。でもし途中で切れたり皮が残ってしもても、後で綺麗にすればいいので取り除けば、頭から尻尾の部位にこの余分な油分をきっちり拭いてあげて、こう取るのをいつも俺は赤を取るって言ってるんやけど、でネタケースのある店はネタケースに、ない店はバットリードを引いて出したり、これも、身と身をひっつける。今背いったから次は腹の方。一緒。左手を引っ張りながら右で包丁を上下に動かして、左は引っ張る、右は進める。包丁をぶれないように。これが悪い例。ここちょっと赤いの残ってしまった。ということはここ剥げてる。これをこっちにつけるように。先ほどやったらもうほぼほぼこっちには赤いの残ってる。ここ包丁が浮いちゃったから、これは失敗例。注意してください。で同じように軽く赤もしくは鱗とかが残ってる。で皮と皮はひっつける。で営業前の下準備やったらここ一回ラップします。アジの場合は今の白身の魚とかと違って頭の方から皮を引きます。最初ちょっと取っかかりを作って、ここは包丁の刃のある方で横にスライドしてあげると、ここまで、ここからここまできれいに取れてることを確認して、ここで腹に残っとったらここから身がちぎれちゃうので、このまま包丁の背で左手、これも一緒、左手引っ張りながら右手に進める。で半分よりやや過ぎてきた時に一度背を上にしてあげて押さえて、この子を右へ引きちぎります。でさっき言うたこの税後が残してするのは、教科書見るとこれを最初アジの水洗いの時に取っちゃったりするけど、これを残してるから綺麗な青背が残ります。アジでアジはちょっとあんまり強く拭くと身がこの青背が取れちゃうので、優しく拭いてあげて手首に直します。少々お待ちください。次イカいきます。さっき包丁が浮いて
その皮に近い部分の身がこう残ってしまって、お腹の方の、はい、あれはこう押さえ方のコツっていうのはあるんですか？そのちゃんと包丁がまな板と平行にこう進むように押さえるコツみたいな。まあコツというかもう簡単明瞭簡単に言うと、結局皮はまっすぐで包丁まっすぐでここに置いて左から右に引くだけのことで、今身がついたいことは包丁が極端な角度ついて上に行っちゃった下に行くと切れるいかに身と皮の横を間を引けるかというとこがさっきの質問のポイントなので、はい、残ってない。この角度どうしても緊張してブレたりずれてしまうから、こっちがこっちについてしまう。皮を引っ張る方のなんかこう引っ張り方でそうなってしまうとかはない？左手、はい、こっち、はい、はないですね。この右の包丁のブレピタッと押さってないから、ブレてこっちに神経集中しちゃって右がブレて、こうなっちゃった。こちらを目指しましょう。あとちなみになんですけど、はい、皮が残ってしまった場合っていうのあは、こっちに、はい、試験の場合どういう感じで例えば軌道修正するのかとか、そこら辺ってありますか？はい、その場合軌道修正例、皮が残るっていうことは刃がちょっとまな板に立っちゃってるっていうことですね。極端な話立っちゃってるから、立っちゃいすぎたら切れちゃうけど、もう、この皮と身の間を横にスライドして引くときに途中で包丁がぶれて、結局こうならなあかん、この一皮にならなあかんもんがそこでぶれてこっちに残っちゃう。その際の軌道修正。ちょっと意図的にできるかどうかわからんけど。残ってないわむしろそのずらしてこれは悪いですね。残っちゃった、これが残っちゃった場合は残っちゃった場合はもう速やかに包丁できれいに皮だけを極力身を削らないようにのけてあげてください。ありがとうございます。アジの場合も一緒なんですか？アジの場合もその、皮が薄いじゃないですか。それでも残ったら
同じような形で。まず残ることは皆無やけど、もし残っちゃった時は今の鯛の表したように、まあ皮をこうちょっとつまんでこう浮かしてキュッ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 ってきれいに取れば、皮残すより皮をきれいに取ることを優先にします。とりあえず今まですごいこう松原さんの綺麗な所作で進んできたと思うんですけど、それ以外でなんかこう失敗しやすいポイントとかってありましたか？みんながね、はい、みんながまあ今言うてるようなその皮が残っちゃう、皮の方に身がついちゃう、皮引きだけで言えば途中でちぎれちゃう皮が途中でちぎれちゃった場合はもうそこから軌道修正しにくいので、今度頭の方から逆向けて最初尻尾の方からやった所作と一緒の所作で、引くようには教えてます。失敗しやすいんで、まあおろしのとこ、皮引きだけおろしのとこ全部ここまでのやった中では、まあおろしの部分で結局まあみんなよくあるのは、まあ僕らでもそうやけど、このちょうどどうしても最初のこの包丁、まあ逆さ包丁なのかこっちなのか、ここに身がみんな残っちゃう時が多いんで、これでも若干残ってるっちゃ残ってるけど、みんなに指摘するのはね、この皮まで身の方に、だから最初がこう包丁が浮いちゃってるから、じゃなくて立てて、この腹びれギリギリに立てて、この真ん中の骨に沿って大げさなこと言えばね、包丁の先で骨を確認しながら、ここもこの縁側ギリギリが骨をギリギリ最初皮だけを切って、あとはこの骨のキワキワ、この時に当然こうなっちゃったりしたら身がいかれてまうので、骨ギリギリ、骨と身の間をきれいにすかす。とまあこの腹骨のこの取るときにやっぱりみんなこうビビってまっすぐいっちゃう、言うてるように腹の丸みがあるから、この丸みお腹の丸みにイメージして、骨もここまでしかついてないから、こっからこの間だけが骨なんで、ここはもう皮だけだから、この部位を意識的に丸みをつけて腹骨を取るポイントです。再開。では、サワラの炙りいきます。はい。どうしても身質の柔らかい魚やから丁寧に、こんなんしたら見荒れしちゃうから、見荒れしちゃうともう後の作業もしにくいし、後の作業もしにくいし、ビジュアルも悪くなる。
まず他の魚と同じ腹棒がついてるので、これちょうどええ感じでこっち向きやから逆さ包丁で骨を取っかかりを浮かして、でこの腹の丸みに沿ってこれってここだけなんです。こっちは皮や。骨はでは包丁で取って、あとこの皮はもう柳でいきます。私もこのちょっとなんか黄色いこのサワラ自体がなんやろ、その市場とかで内臓が潰れたような感じでこのちょっと黄色く変色した部分、これはもうきれいにビジュアル悪いから取ってください。それを残して、ぶどまりを考えて残すじゃなくてもきれいに取ってください。で尻尾の部位ややこう硬いこれがあるから、なんやろ、船でいう尾翼みたいなやつ、ここはもう落としてくれていいです。不可食部なんで。でその店のこのネタケースの大きさとか、冷蔵庫の容量とかって3分の1か半分、今これ多分半分の方が分かりやすいんで、半分に切り落として、でこれも一緒、頭の広い方を上にして下に向けて腹骨を取る。でサワラ、ここはちょっと硬い部分がどうしても炙ってもこの縁側じゃないけどこの皮の部分が食べてもちょっと硬い。次の頭に近い方が分かりやすいけど、これはもう包丁でまっすぐ切り落としてくれで一緒。で上が腹骨を取ったから、この側ギリギリだけちょっと包丁を立ててあげて、ここの部分これ取ってあげて、骨をギリギリに。でサワラの場合ここがちょっと硬い、頭に近いところが鱗じゃないけどちょっと硬い、こっちに比べてちょっと硬いから、ここはもうちょっと速やかに取ってもらってます。ここから下はもう炙って全然いい。これはちょっとやや硬い部分があるんで、でここもちょっと硬い部分がある。
これを炙っていきます。炙るときは絶対冷蔵庫の上ではやらない。ステンの台、もしくは火のついてない、こういう上で。なんなら精密機械なのに、ここにしたらよろしくない。これはもうみんなに。で、炙る直前に塩を軽く。まあ、塩を振る理由は、皮目を、もし湿気た場合は、空入り言うて、鍋でちっちゃい火で、ちょっとこう、しゃもじでこうしたら、パラッパラなる。これだけして。まあ、どうせ作り醤油つけて、わさびつけて、皆さん食べるので、軽く塩して。後で説明するけど、まあ今この背と腹を分けたのには理由があって、まず背からいきます。表面の皮だけを炙る。身まではあんまり炙らない。なぜなら、お作りだから。生で食べるから。でも皮も美味しい魚は、サワラや、金目鯛やら、モドグロやらは、皮を引いてしまうとどうしても目減りして少なくなっちゃうんで、皮と一緒に食べてもらうのが、その魚一番美味しく食べてもらう方法なので、皮だけを瞬時に炙ります。そして、すぐにこのままちょっとまだ余熱が入っちゃうから。冷蔵庫もしくは冷凍庫に入れてすぐに急速に冷ます。この時忘れたらあかんのはタイマーかけとかんとうわ落ちちゃったってなっちゃうから、それはもう注意して。で腹の方はどうしても身が薄くて反ってきちゃうから金串で押さえて炙ります。で、金串左手持つから、こっちはもう二刀流をします。二刀流。あらかじめ、続けて、量が多いときは、背中炙るときに金串をもう温めてした方がいいです。この金串が冷めてると、結局お家とかわかると思うけど、焼き魚するときに、金網がきっちり熱せられてないと、焼こうとすると、金網に身が持っていかれてしまうから。こっちはもう、金串でも、きっちり温めて、熱くしてから、この皮が反るのを、取ってくるのを抑える意味で、添えてます。この尻尾の方に次の方行ったら結構わかると思うけど、皮が反ってくるの、このままいったら、おーって反ってくるから、これを押さえるのに、きっちり、全面いけるように、反ってくるから押さえる。意味で金串を添えてます。で背中に比べて腹側は皮薄いので、背より短めで。で、この炙る時のポジションは、高い方左。低い方右。なぜなら、こうすると、これさっき言った押さえるのめっちゃ押さえにくい。これは、高い方左。ここで押さえて、ここで炙る。そしたら反ってくるのを押さえる効果になります。で、タイマーになったら瞬時に出して、冷めてるのを確認したら、レタケースもしくは冷蔵庫に直しましょう。で、冷ましてる間に、
残ってたイカの処理ね。先ほど剥いたケンサキイカの。これちょっと悪いですね。なんでやるとこの身はこっち側に来なあかんから。撮影の緊張のあまりちょっと真ん中の位置がちょっとずれちゃいました。でまあ皮を下にして、表面を下にして腹側を上にして綺麗なおしぼりでこの裏側の薄皮を剥くように指先を立ててこの皮を引きずり出します。指先で引きずり出します。引きずり出します。引きずり出てきたやつを頭を左にして左から右に下げると腹側の薄皮が取れます。でここまでしてで一旦表側も残ってたら嫌なのできれいに拭いて表裏薄皮をのけたらここでちょっと次作る時に最初の頭の部分とこの胴体に近い部分ここのちょっとこう色がついてる一番右のとこれをギリギリで落とします。でさっき言った失敗例っていうのはこれが真ん中でさっきの船を取った時にほんまやったらこの上に来なあかんのをちょっとこっち側にずれてしもうとったから食べれるっちゃ食べれる軟骨な部分なんやけどこれをきれいに作り身の時は処理して取ってあげます。ほんまやったらこれがこう来てど真ん中に来てこれが2等分されるわけやけどこれはちょっと片側につっちゃったんで失敗しました。本来だったら両側をきれいに今のこっちきれいに落としたら反対側も今の片割れが2分の1がついてるのでギリギリできれいに取ってやればすっきりした身になります。でこの耳の部分さっき言った後で取るって言ったらこの皮残ってるのはきれいにおしぼりで拭き上げてやると取れるので取れたらこっちもギリギリでこのケンサキイカならこの耳も作り入ってたらコリコリして美味しいからギリギリで取ってあげてでお作りの身と一緒の扱い。別にそんな天ぷらとか焼き物にしてもいいけど、お作りで食べれる範囲はお作りでさっきやったゲソの部分も軽くちょっと水でおしぼりで拭いてあげてイカ終わり。いかにもで冷めたかどうかを確認して次ですね。で確認したら速やかにこのまま冷蔵庫でもいいけどネタケースがある店を
ネタケースに直して出番が来るのを待ちましょう。それまではあんまり触らない触らだけにあんまり触らない。あんまり触らない。冷めたらこう皮目結局きれいに開けてるのはこれ触ったらもうね焼き目が取れてまうから触らない。マグロいきます。半分でいきます。さっきのサワラと一緒でこのままいってもいいけど半分で短めで教えた方が分かりやすいと思うので、皮ついたマグロでまな板に血合い、この部分はもう不可食部なんで不可食部はきれいに取り除きます。包丁でここから見えとるからこの形に沿って中まで血合いが入っとるから血合いの部分だけを包丁をちょっとずつ進めながら血合いを起こしながら、まあ多少後から残ってもこれは後から取れるからまずはもう血合いの部分だけを削除します。これは不可食部。血合いをのけてこっから一つの柵にします。それを柵にするから柵取りで、基本的な柵取りの仕方でみんなに教えてるのは下から取るけど3本指、まあこれは僕の3本指、女子の3本指はもうちょっとちっちゃいと思う。だから、まあ、大体成人男子の3本指って言うてるけど 2.8 から 2.5、 女子なら 2.23 の高さが理想です。それが結果的に後でわかるけどマグロの作りの柵の幅になる。でマグロはやっぱり他の白身タイやらヒラメより結構伸縮性があるからこれを3本指でまともに取ってしまうと幅がビューンってなっても長くなって、まあそんな時は半分にして斜めに切ればいいんやけど基本は3本指のまあ 2.8 ぐらい、これは3本指ちょうどやけどこれをやや下ぐらい、これぐらい、これを水平に天身と皮側と落とします。ここでいくとこのつけたライン水平に横に心を動かさない。それではこれで上と下と分かれました。でこれを一旦美しいバットかまな板の上に置いて今これ皮ついてる部分を処理します。3本指 2.5 から8ぐらいの間にしたもので今度は高さ厚みが1、1、1、これで柵取りになります。で1やけどここが若干下になってるから1より1にしたらこっちの方がもう肉厚なくなってこっちはいけるけど
まっすぐ落とすので。だからこの下の方は斜めになってる位置よりちょっと厚め、ちょっと厚め、位置よりちょっと厚めに垂直に落として、ここでも皮ギリギリまで包丁入ってるから、このまま包丁を45度横に向けて皮と身を離脱します。すると皮、身、筋、残ってる血合い、これは後で処理できる。置いて、あとはこの繰り返しと、これ腹があるからここの部位でまた注意します。ここはもう一本一本、これが結局作りの高さになる。一本まっすぐ落として横にスライド。悪い例残っちゃった。これが水平になってなかった。本当はこれはここについてなかったです。まあその処理もまた後で言います。処理の仕方。悪い例ついちゃった。でここまでいったら、いつもみんなに教えてるのは、ここで筋が感動。筋。これ筋。これをさっきの教え通り一本でいったら、この柵の中で筋噛んじゃうブイができちゃう。だからどうすんねん。筋を外しましょう。筋を意識して筋のない綺麗な赤身にしましょう。筋を意識的に抜けて、こっちに筋、こっちは筋ない。多少形は薄くなったりしたけど、ここにこの筋をまたいでると間が筋になってまうから。で筋だけを取ります。筋だけを。でここまでいったらあと何個に取れんねん。親指通りいけば3かって思うけど、これ3でいっちゃうと当然こっちは3以上ある、こっちは3以下なっちゃう。で当然そのマグロの作りの幅もあるから、もうここは2でいきます。2等分、2等分、2つに等しい分ける2等分。で当然こっちのまな板は皮がついてたから美しく一回きれいに洗いましょう。アルコール消毒してきれいにリードを拭いて、リードを敷きます。先にこっちの柵取った方で後から取れるっていうのは結局後から取る。きれいな赤身だけを残して、血合いの残ってるのやもし筋を噛んでたら
これだけは後で。綺麗なマグロのサク確認して、あ、綺麗な。ちょっとだけ血合いついた。マグロはあんまりもうキチキチにひっつけてしまうと、ひっついてるとこがちょっとカッペンしてしまうから、まあキハダはそうでもないけど、トロなんかはちょっと離してやった方が優しいです。その当たってるとこがカッペンしちゃうから、まあどうしてもそのキャパ的にくっつけなあかん店もあるかもわからんけど、なるべく早めに使用するように。残っとる筋をきれいに取って残っとる筋で腹側のこの薄い皮、これもギリギリで薄皮だけ取って、腹でちょっとパラパラってこうなってるけど、まあいやこれキハダの腹やからで天身の部分、さっき言うた3本だけど、これで今3本ちょうどやから、これでこの親指でいったら当然この理想の 2.5、2.8 より幅が広くなっちゃう。最初にも言うたやん。だから 2.5 ぐらいで一番横上の点身を一つ取って、これは一つの柵として使用します。でここから残ってる血合いをきれいに落としてでもこれらも取れる数がもう3つか4つかも少ないんで、何個に取ろうって考える。普通に頭、さっきも言ったけど斜めのとこはちょっとこっち気味に1、2、3、4か、4ちゃうな、1、2、3だな、こんなになってるし、3にします。3等分、3つに等しく分けると書いて3等分。3等分、これを2等分、2等分、どれをとってもリアリー、これが理想で、最後にここまでやったら、まあ上にリードかぶして、まあ蓋するもよしやけど、トロなんかやったら結構蓋してしまうと冷気がそこで通らんから、この難波のジンベエなんかやったらもう海老蔵さんマグロとか魚入れてくる袋あるの、綺麗なやつな、あんまり血が溜まってたら嫌やけど綺麗なやつなかったら、もうその袋一回逆さまにしてアルコールして袋入れて、袋蓋じゃなくて袋に入れて冷蔵庫に流すの方が、冷気が冷蔵庫の中で蓋で遮断、当然蓋で遮断されるより直接冷気が入るから、マグロ冷えてる方がいいから、凍らすんじゃなくてこの室温2度3度4度この中で冷やしてやる。それが色ぼけしない長持ちする秘訣。まあ袋入った、蓋したという体で一旦直しておきます。筋をのけた身だけスプーンでお下げ取って、これも当然食べれる部位やからお金に変えた方がいいけど、なんならもうこれ捨てちゃうんやったらもう
いいよ。まかないで食べよう。筋だけのけて。とかまあ魚の準備やったら海鮮丼とか海鮮丼やってるから、その上は極力作りの端材、尻尾の方とか筋の方を使ってるけど、こういうのも入れて炙って海鮮丼にしてます。いわゆるあれやね、回転寿司のマグロ軍艦とかこれやね、すき身。まあすき身だけでエビ丼さんでも売ってるっちゃ売ってるけどまあこうやって余すことなく、まあどんな商品もやって余すことなく使い切りましょう。マグロ終わり。はい、盛り付けします。もういい？では5種類の単品と、名物作り5種盛りやっていきます。あしらえ、紅立て、まあこうやって水につけてるのはその方がなんやろ、水分含んでる方がパッサパサの乾いたような野菜よりやっぱり生き生きと見えるから、まあみんな保存は水でつけてやってもらってるけど、実際オーダー通ってこっから揚げてつけたらもうね、当然お皿もびしょびしょになってしまうし、それがその水分がお魚についたらどうなのっていうとこから、まああらかじめ水分を水から保存してるとこから水分は上げて切っときます。これが下準備で、まあすだちもだいぶ値段落ち着いてきたけど、まだまだ高いからレモンで代用したりはやってます。あらかじめ必要な分をでは白身から。白身はそぎ作り、へぎ作り、そぐ、へぐから言われてます。あとでマグロとかサーラは平作り、平たく作るから。白身はそぎ作り。高い方を上にして低い方を下。単品は6切れ。なんで6切れにしてるか言うたら、まあ教えた子も何人かおるけど、大体のお客様が2人が多い中で、まあ和食の基本言うたら基本奇数3579やけど、その考えからして奇数にしちゃうと、2人で食べて5切れやったら、俺が3切れ食べてチキラさんが2切れやったら、割り勘やのに松原さん1切れ多いやんとなっちゃう。もう単品は6切れにしましょうっていう話。6切れの言われはそういうことで、どうしても尻尾の方は幅ないしちっちゃいけど、
それをいわゆる5種盛りの単品6切れの中で、見栄えが悪い言ったら語弊があるけど、そういう尻尾に近いその部位は一切れ、こいつを後ほど分かるけど下に盛ります。であとはもうほぼ幅一緒なんで、そぎ作りへぎ作り1個の番を決めてイメージして、当然、そこに重さもかかってくるけど、まずは試験受ける人はこの見栄えのいい、よっぽど分厚くない、よっぽど薄くない、だいたい基本8から10グラム、いっても12グラムぐらいで合わせて、そぎ作りへぎ作り、このまま包丁を入れて最後で包丁を立てる、これが角を立てるっていう意味なんで、これが大事。包丁を入れて角を立てる、包丁を入れて角を立てる、最後。角立てへんかったらどんなん？これとこれの違い、どっちが美味しそうに見えますか？違いますね。角を立てるのがそういう、角を立たす。で上に3切れ、下に3切れくるからも盛り付けしやすいようにもこの形をイメージしてパットに置く。アーチ。青背はちょっとこれも時間経った味やからちょっと青背が銀皮残ってるけど、これが全て銀皮残ってる、後でカンパチで分かると思うけど、軽く包丁目入れてあげて、これがあるのとないのでやっぱりこのキレが違うから。で尻尾のこのギリギリの部位はいいです。これはもうギリギリね、これギリギリ、これはもう不可食部やからいいです。でこっから6切れに落とします。ちょっとまだ幅がないから、やや理想のここら辺よりちょっと広めに、まな板に対して足は左足を前にして右足を半歩、こうやったらなんかもうブサイク見とってもなんやねんあいつ、こう立ったらシャープに見える。このポジションを言うてます。で包丁を平作り、包丁ここからここまで切れるから、包丁をで円を描くようにして最後までいく。で右に包丁を円を描いて右に、円を描いて右に、これで6切れ。後でマグロとかサーラは比較的肉厚やからまっすぐいくけど、アジだからちっちゃい時は引いて右へ、引いて右へ、引いて右へ。でタイでもやったように見栄えのええ方を上に持ってきて、下の3切れはちょっとブサイクのやつを下に置いて添える。イカ、そのイカのサイズ感もあるけど、これは結構でかいからやりやすいと思う。みんないつもちっちゃいやつやってるけど、この大きさでも一旦半分で落とす。でこっちが頭でこっちが胴体。胴体の方のこの幅のいい方から引きます。アジと一緒のように、皮はきれいに取れてるけど若干
食べた時の感触とやっぱり持った時のビジュアルでちょっと軽く切れ目で、この幅はこっちの胴体の方はこの幅でいっていいけど、頭に近づくにつれて同じのでいったら結局6切れが揃わんようになってる。6切れ全て同じ大きさで引く。そしたらここら辺からちょっと減らす。で、イカは包丁の先で引いて切る。まあ、バイカと原価的なものもまあ試験なんで美味しそうに盛れることが前提や。まあさっきさく取ったマグロでこういう点身のまあやや三角になったもの、あとはまた真四角立方体長方形まあなった部位、この当然三角になったやつでもさっきのアジと一緒で高い方上低い方下の向きで引きます。こうではないです。こっちでこれも面はほぼ一緒やけどこっちは結構まっすぐいってる、こっちはちょっとこう斜めになってる。面のいい方を上に、面のちょっと悪い方を下に引いていきます。包丁をここから先まで利用して引いて右引いて右、同じ等間隔で角度も考えながらで、最後にサワラやけど、サワラはみんなに言うてるように最後にしましょう。なぜなら炙ってる手も汚れるし、まな板も汚れちゃうから最後に触らない。今触る。でちょっと尻尾の方遅くなってる。ちょっとずつ角度つけて斜め、これもこれもどれも同じ大きさで、極論言えば同じ目方、同じグラムで。で試験の流れ的には5種類の単品を切って引いて作ってで5種類の単品を持ってから最後に5種盛りしましょうってそういう流れ。盛り付けはもう同じようにアジ作りマグロ作りサワラ作りいっぺんに取りました。いっぺんにまあ優先順位考えていっぺんにしましょう。仕上げ大根の件も、よくこう
急にこう固めて固めて、これの方が盛りやすい。押さえてあかんねん。ふわっといこう。なぜならもうなぜなら、それはふわっと定量お皿の真ん中よりやや後ろにふわっとした定量の剣を持ってあげます。ふわっと。なんでこれがあかんか。あとで。まあどうしてもこの乾かんように、ね、濡れたリードを重ねてくれてるけど、やっぱり乾いてる野菜よりちょっと湿り気あった方が生きてる。野菜も生きてる。ちょっと湿り気与えて、真ん中、今ふわっと置いた剣の真ん中、立てるように。で、盛りやすいように取り分けてれば、もうこれはこのまま順番でいけばいいだけ。マダイ。間違いはこの上までいかない。なぜならもう上まで行ったらもうこのせっかくの大葉の緑が見えない。やや上を残して、この3切れの真ん中が大葉の真ん中に来るように。3切れの真ん中が大葉にやや上を残して、でここでさっきちょっと見栄えの悪いを下に置く。でここで中央に貝割れが長いのはもう切り落としたらいい。落として、この3切れの真ん中の上まで行ったら鯛隠れちゃうから、やや鯛のお山が見えるぐらい。で、手前の2切れ。この貝割れが立ってる間に、そっとしてやると貝割れも安定する。そして立体感も出る。で、水気を切ったみょうがをこの隙間に。このお皿の、ここ山になってるから、この円、周囲じゃなくて、この円の中にきれいに盛り付ける。はみ出すんじゃなくて。円の中に。適量、多くもなく少なくもなく、この5切れが食べれるわさびの量。最後に柑橘系。このちょうどみょうがとこの一番最後のこの空いてるとこ、これを隠すじゃないけど、ここできれいに収める。あとは一緒。まあ試験の時はだから今一皿だけさっきあげたけど、同じ所作で、まあ、時間短縮じゃないけど、先に
この大葉の下の部位から持ってあげて、このパーツで持ってあげて、で、さっきのタイと一緒。残りのパーツで、盛り付ける。マグロに柑橘系は合わない。つけない。カツオにはつける。マグロにはつけない。柑橘系は。よくここでレモンとかつけてる店あるけど、マグロ、赤身と柑橘系は合わない。で、さっき言ったこのカチンカチンの剣なんでしないか、なんでふわっとしてるかいうと、このふわふわの剣やから、大葉置いて、魚を盛り付けると、ここでふわっと沈む。が、しかし、カチカチの剣やったら、カチカチやから、こう持ったときに、上が不安定でこけちゃう。剣でぐっとこう押さえつけるようなイメージ。だから剣はふわっとしましょう。ふわっと持った剣ですると、ここでキュン、剣がクッションになってシュッ、安定感のある盛り付け。ふわっ。
マグロ以外は柑橘つける。単品完成。5種盛りは5種類のお魚をまあ言うてもこのまな板の上に乗り切るぐらいの大きさやから、バットに取るのはもう単品だけでいい。ちょっと先が出る。ちょっとここまで出たら出過ぎやから、ちょっと先が出るぐらいで、同じようにふわふわの剣を手を真ん中のやや上ぐらい、真ん中のやや上ぐらい。白身から。真ん中に持った剣の上にまず白身、台となる頂点で、左に触る。大体僕は左12345五角形で5種盛りやから、大葉の上に左隅で、右にアジ123三角形で、貝割れを中央、イカを左隅、マグロを中央、立てかける。みょうが、紅ざんざ、
わさびと紅立は真横じゃなくて、この四角の中で下にこうじゃなくてこの皿の中にこうじゃないこう。イカとみょうがの間にすだち。サワラの炙り、マダイ、マアジ、キハダマグロ、ケンサキイカです。こちらの黒いお醤油でどうぞ。で、完成。ライトは白身とマグロとサワラは、一緒なんで、あと1個残しとったカンパチを処理して、ライト版の、5種盛り持ってフィニートとします。カンパチもいうか、カンパチ皮引くとき、さっきのサラダで取ったみたいに、ここを縁側じゃないけど、ちょっとここをスマートにしてやる方が、これがついてるより皮引きやすいし、取る方が取りやすいんで、あえてここでこれは取ってます。で、一緒。尻尾、左、頭を見る。まな板にきっちり合わせて。でも長い魚持ちにくかったら途中でもこの皮持つポジション変えていいから。で、ここちょっと骨が残っとるからここで止まってしまったんだけど、これが理想ですよ。で、まあ、こう皮残っちゃってる。こんなんも後から取ったらいい。こっちに身がついてる。青いのは綺麗。これは理想ですね。ライトの5種盛りとライトの青背カンパチ。皮引いたカンパチを、これもさっきのマグロと一緒。3本幅で幅を合わせる。で
っていうのがどっちに合わすか言うたら、こっち、低い方。こっちに3本幅。こっちじゃない。こっち。下に。っていうのが、こっからここまで3本指。同じ幅。3本指。これを渡すという。手首な大きさで渡す。でしたら、どこを切っても同じ大きさ。どこを切っても。でこの渡した方も渡した方で、全然使えるんで、で渡した方で、
サワラ、炙り、マダイ、池締めカンパチ、キハダマグロ、明石ダコです。こちらくらいおしゃれだな。ありがとうございます。ありがとうございます。まあみんな多分分かってくれてると思うけど、このまあ一個ずつさっきこうやってラップはこのこうやってラップして最後は収納して直してくれてますが、まあ、ずっといつも言うてることはこの密封した缶の中に例えばラップが中途半端な柑橘とかラップが中途半端ラップが中途半端になってるわさびとかこれを入れるとこれで蓋をして直すと次の日どうなるか。じゃじゃーん。レモンの酸味とわさびのこう辛みで大葉とかこういう青いもんが焼けちゃいます。そこは注意。あと野菜類はできたら冷蔵庫の下の方に、生もんは上の方に。ここに、冷蔵庫、冷風が出るので、この近くに魚を置くように。野菜類は下。基本的に注意点です。よろしい。はい。ありがとう。ありがとうございます。